こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、キウイイヤーズと Z レビューズのコラボモデル、セリーンです。パッケージの音のって目立つな。ゼオスパンテラさんのチューニングなんでしょ？楽しみだね。そうだね。技術的な面でもかなり面白いヘッドホンなんだ。早速その中身を見ていこう。マットブラックな本体は反射を抑えた質感。外装は金属調の紫メタリオン。放射グラデーションが視覚的アクセントになっています。アルミフレームとポリマーカップのおかげで実測 271g。持ってみましたが軽めに感じました。なるほど。ヘッドバンド表面は脂肪感のある合皮素材。内側には厚めのプロテインレザー製クッションを使用し、長時間使用にも配慮された設計。スプリングスチール製ヘッドバンドは側圧を自分で調整できるように曲げられる。アームは紫アルマイト調の金属パーツで細身で曲線的な構造を持ち、125度まで稼働するよ。実測約 26.5mm と厚みのあるプロテインレザー製パッドは耳全体を包み込む構造で遮音性と快適性の両立を意識した設計です。内側は柔らかい布素材で肌触りと通気性を両立しており、密閉型ながら蒸れにくい構造です。実際に装着してちょっと調整すれば耳はすっぽり収まった。頭も耳も大きいジャックさんでも大丈夫なら大抵の人は大丈夫なんじゃない？まあそうだね。イヤーカップとイヤーパッドを合わせると結構な厚みになるけど、装着しちゃえば厚みは気にならないかな。装着後の雰囲気なかなかかっこいいんじゃない？そうだね。側圧も調節できるし、きっとジャストフィットできると思うよ。セリーンの心臓部。ドライバーはクローズドバックプレイナーマグネティック。密閉型平面磁気モデルだ。ドライバーサイズが 72mm×89mm というかなり独特な長方形なんですね。そう。このスケールダウンされた独自のドライバーは通常のダイナミックドライバーでは不可能な速度、つまり雷のように速いトランジェントを実現しているんだ。振動板全体を均一に駆動する平面駆動の特性を生かしつつ、セリーンは低音が潰れずにしっかりとした迫力とスピード感を両立しているってことなんだ。次に密閉型としての性能、アイソレーションについても非常に工夫されている。密閉型って外の音を遮断するのは得意だけど、音がこもっちゃうのが難点じゃない？まさにそこを解決している。セリーンの優れたパッシブノイズキャンセリングはパッドのカスタムチューニングされた低反発メモリーフォームとドライバーのカスタム屈折フィルターという2つの要素で成り立っている。その屈折フィルターが面白いですね。カップ内部や耳の周りの不要な反射を低減してくれます。そういうこと。これによって歪みのない静かな空間を作り出しながらオープンで自然な風通しの良い音色を維持するということだ。密閉型なのに明瞭さとサウンドステージも実現しているってことになる。スペック表も見てみましょう。インピーダンスは 50Ω、感度は 102dB ですね。実際鳴らしてみてちょっと鳴らしにくい感じはした。スマホ直差しでほぼ最大音量で聞けたけど余裕なし。ポータブルアンプや DAP なら問題ないね。参考程度にってとこの数値は AI に聞いたらこう返してきたんで一応載せてみた。了解。ところでバンドルケーブルは 3.5mm タイプだったね。そう。柔らかく取り回しの良いケーブルだと思う。交換できるプラグタイプにして 4.4mm も使えたらもっと良かったんだけどな。そうだね。今回のサウンドチェックは先ほどからちょこちょこ登場しているこの2モデルです。へえ、これだとセリーンの中高域以上が一番落ち着いた感じで、やっぱり低域寄りのチューニングみたいだね。そのようだね。まず音を聞いてみよう。マイクやレコーディング方法はイヤホンの時とは全く違った方法なんだよね。そうよ。波形は同条件での比較での意味はありますが、正式な測定方法ではないのであらかじめご了承ください。じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるから気をつけて。
はい、サウンドチェックでした。SV021 が波形通りで明るい印象でしたね。ここの差分は結構あるね。収録音でも実機でも、ここの差による SV021 の明るさは同じだった。アセイヤは3つの中で中間的だったかな。そうだね。1から3キロあたりまでの出方は SV021 に似ているけど、そこから先、広めに谷がある分おとなしめの質感だったかな。では、セリーンを聞いた印象をお願いします。駆動力に余裕が欲しかったこともあって、実機の視聴ではリケーブルして、ハーモニックダインバロックのバンドルケーブルでバランス接続で聞いたんだ。ふむふむ、バランス接続がおすすめってことね。で、音は資料にあった雷のように速いトランジェントって本当だった？ドラムのアタック感やギターの立ち上がりなど、トランジェントの速さがしっかり分かった。と思ってる。平面駆動のメリットが存分に出ている気がしたね。チューニングは低域にウェイトを置いたとのことでしたが、実際の印象はいかがでしたか？資料から想像していたような極端な低音強調ではなかった。低域はしっかり出て、中高域を抑え気味にしている感じ。輪郭ははっきりしていて、他の帯域へのマスクは少なめ。じゃあ、高音域も優秀ってこと？低音に埋もれたりしないの？埋もれた感はないけど、そもそも中高域以上が抑え気味なんでね。その割にハイハットの刻みやライドシンバルの粒立ちも目立ちすぎず、でもしっかり存在感はある。変に刺さるようなことはないから安心して聴いていられるバランスと言ったらいいかな。ボーカルの出方はどうでしたか？ボーカルはやや引っ込んだ感じ、視察音はほとんど感じなかった。聞きやすいけど、もう少し明るさは欲しいかな。密閉型としての評価はどうなの？音漏れとか広がりとか。まずクローズドタイプだからということもあって、イヤホンを聞き慣れた自分の耳にはすごく馴染む質感だね。音の密度が高くて音像がしっかりしているからだろう。広がりはやはり構造調開放型には劣りますか？そうだね。セミオープンとかオープンじゃない分、当然開放感はないから、その分広がりでは差がつく。ただクローズドタイプの割に音漏れはそこそこあるから、外で使うときは音量に気をつけた方が良さそう。他モデルと比較せず単体でずっと聞いていると不満な点はあまりなかったけど、この帯域を SV021 のような出方に近づけたらどうなるか試してみた。愛ちゃん、ちょっと聞いてみて。ああ、こっちの方がいい感じですかね。ボーカルがパッと浮き上がってきました。なんかこっちの出方の方が私も好きだわ。この辺りを考慮すると、やはり低域寄りのチューニングってことになるんだろうね。なるほど。で、結局このセリーン買いなモデル？通常価格が159ドル、日本円で2万1000円ぐらいで、この音質、バランスの良さが得られるならコスパはいいと思う。もちろん音質の好みはあるけど、個人的には今年聞いたヘッドフォンの中では第一印象が価格も含めてなかなか良かったわ。 EQ でちょっと中高域を出すとさらに良かったですし、バランス接続ケーブルがバンドルされていればさらに良かったですかね。それは正直思ったね。ということで、QE イヤーズと Z レビューズのコラボモデル、セリーンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。